皆さんこんにちは、ほのぼのです。いつもお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルでは日本語でいろいろなテーマについてお話ししています。日本語を勉強している方や日本の暮らしに興味がある方に向けたポッドキャストです。エピソードを聞きながら日本語のリスニング練習もできるので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。そしてよかったらチャンネル登録もお願いします。今日はいつもよりちょっとだけカジュアルな話し方をしています。普段よりリアルな日本語に近いので、もしかしたら少し難しく感じるかもしれません。でも大丈夫です。字幕もついているので安心してください。今回は私の子供の頃の夏休みの思い出もお話しします。気になる方はぜひ最後まで聞いてみてくださいね。さて、早速今日のテーマ、子供の頃の夏の思い出についてお話ししようと思います。皆さん夏休みと聞くとどんなことを思い出しますか？私はおばあちゃんの家に泊まりに行くのが毎年とても楽しみでした。おばあちゃんの家に行くといとこがいて、いつも一緒に遊びました。いとこっていうのはお母さんのお兄さんの子供とか、お父さんの妹の子供のことです。もう少し簡単に言うと、おばあちゃんやおじいちゃんが同じってことです。そのいとこと一緒に虫取りをしたり、近くの公園で走り回ったりして日が暮れるまで遊んでいました。夜になるとスイカを食べながらパチパチと光る花火をやったりもしました。そんな夏を過ごしていました。でもその楽しい夏にも忘れられないものがあります。夏休みの宿題。私は宿題を最後にまとめてやる派でした。毎年今年こそは計画的にやるぞって思うのですが、結局いつも学校が始まる1週間前くらいに一気にやるっていう人間でした。皆さんはどうでしたか？コツコツ毎日少しずつやるタイプでしたか？それとも私と同じ後でまとめて一気にやるタイプでしたか？日本の夏休みの宿題っていろいろあるんですよ。習字とか絵とか読書感想文。読書感想文は本を読んで感想を書く宿題ですね。それから絵日記もありました。私は子供の頃同じことを毎日コツコツやるのが苦手で、日記とか絵日記はいつも途中でやめちゃってました。だから最後にまとめて、今日は晴れ、暑かったみたいな超シンプルな日記を連続で書くってことをしていました。きっとバレてたと思います。そんな私ですが、絵の宿題は割と楽しんでやっていましたね。小学生の時は美術の教室に通っていました。絵の具を使うのが大好きだったので、うさぎの絵を描いたり、夏の風景を描いたりするのは楽しかったですね。ちなみにうさぎは実際に家で飼っていました。朝と夕方に餌をあげたり、ケージの掃除をしたり、お世話もしていました。夏の思い出でもう一つよく覚えているのは自転車の思い出です。父の仕事がお休みの日に一緒に自転車に乗って川沿いをサイクリングして、帰りにアイスを買ってもらう。風が気持ちよくてペダルを漕ぐたびに自由になれる感じがして、今でもあの時の空気の感じをちょっと思い出せる気がしますね。そういえば皆さんは自転車に乗れるようになったのっていつ頃ですか？私はあんまり覚えてないんですけど、小学校1年生か保育園の頃だったと思います。
乗れるようになると楽しくて、毎日学校から帰ってきては、ぐるぐる家の周りを走っていましたね。どこに行くわけでもないんですが、ただ走ってるだけ。でもそれがものすごく楽しいっていうのがなんか子供らしいですよね。あとは姉や妹と町のプールに行ったりもしました。市民プールっていう子供は無料、大人は100円みたいなところですごく混んでいるんですけど、スライダーや流れるプールもあって、流れるプールっていうのは水が流れていて、プールの中をぐるぐる回るプールです。浮き輪に乗っているだけで勝手に進んでいくプールですね。とにかく楽しかったですね。そしてプールの帰りにはやっぱりアイスっていうのも私の夏の定番でした。どうしても夏足すアイスイコール幸せの記憶になっているみたいです。でも大人になるとアイスはいつでも買えるし、行きたいところにも自分で行けます。そういう自由は確かに増えたはずなんですけど、小さなことで心から嬉しいと思うことは少なくなった気がします。子供の頃は、例えば今日はアイスを食べてもいいよと言われただけで、やったーってすごく嬉しくて、何でも新しくて、何でも楽しくて、時間もゆっくりゆっくり流れていたように思います。でも本当は今の生活の中にも小さな喜びってたくさんあるはずだよなぁと、こうして昔のことを思い出しながらふと思いました。空が綺麗だったり、コーヒーが美味しかったり、猫がゴロゴロしているのを見たり、そういう小さな嬉しい、楽しい、日常の中の小さな喜びをもっと自分から見つけていかないとなぁなんて考えました。最近小学校で働いている友人に今の子供って何して遊んでるのって聞いたら YouTube 見てるよって言ってました。しかも夜の12時まで起きている子も多いとか。もちろんその子によって違うんだと思うんですけど、正直びっくりです。私が小学生の時は夜8時には布団に入って9時には寝ていましたよ。スマホもなかった時代なのでテレビを見たり、外をぼーっと見たり、空を見たりして、ただのんびり過ごしていました。今よりなんかぼーっとする時間が多かったです。時代の流れを感じます。とはいえ、今の子供たちも自分たちなりの楽しい思い出を作っているんだろうなって思います。時代が変わっても子供たちにとっての夏の特別な時間はきっと同じなんじゃないかなと。皆さんにも夏にしかできなかった特別な思い出きっとあると思います。もしよかったらコメントやメッセージで教えてくださいね。いろんな国の夏の過ごし方も知りたいです。では今日はこの辺で。今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。またね。この度メンバーシップを始めました。ちょっと応援したいなという方に向けて気軽に参加できるプランをご用意しています。動画のスクリプトの配布やメンバー限定のアンケート、オリジナルの絵文字などの特典があります。応援してくださる方、ぜひご参加いただけたら本当に嬉しいです。